AI エージェントって動かしてる間はずっとサーバー代がかかるもんでしょ？止め忘れたら損するやつ。実はそれちょっと違うんだよね。 AWS はエージェントが待ってる間の CPU 料金をゼロにしたの。ゼロ？ほんまに？ぼーっと返事を待ってるだけの時間がまるまるただになるってことなん？そう、エージェントが動いてる時間ってその大半は AI の返事待ちなの。長い作業ほどそこが積み上がるんだよ。待ってる時間がお金にならないって、逆に言うと今までの僕らは何に払ってたことになるんだろう？今日はそこを深掘りするね。最後まで見ると AWS でクロードを動かす道の選び方がわかるようになるの。料金は CPU が1時間あたり 0.0895 ドル、メモリは1ギガを1時間で 0.00945 ドル、しかも秒単位で刻まれるの。つまり実際に働いた分だけ払えばいいってことか。それ月末の請求書がだいぶ優しくなるやつだよね。ところがね、安くなったのに速さでは負けてるの。実測だと直接 API の方が3、4秒も速いんだよ。安い方が遅いのも得したと思ったら足元すくわれてる感じで、どっち選べばいいかわからんくなってきた。その矛盾が今日の入り口なの。しかも同じ AWS なのにデータの置き場所が正反対になる道が2つもあるんだよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよなあきなこ、 AWS でクロードを動かすって話やろ。こんならデータも当然 AWS の中で処理されて外には出てに決まっとるやん。看板にそう書いてあるやん。そう思うよね。私も最初は名前を見て同じように考えてたの。でもね、そこが今日一番引っかかるところで勘違いしやすい落とし穴なんだよ。順番に見ていくね。まず2026年5月11日 AWS がクロードプラットフォームオン AWS の一般提供を発表したの。 AWS の IAM 認証とマーケットプレイスの請求で使えるんだよ。 AWS って名前がついてるんだから当然 AWS の中で全部処理されてデータもそこから出ないってことだよね。その間の取り方何？もしかして違うの？違うの。こっちは推論もデータ処理も AWS のセキュリティ協会の外にあるアンスロピック管理のインフラで行われるの。看板とは別の場所なんだよ。じゃあ玄関に AWS って表札かかってるのにご飯は隣の家で作ってもらって運んでる感じ？表札を信じてた身としてはなんかもやっとするんだけど。その例え意外と近いんだよ。もう一つの Amazon ベッドロックエージェントコアはそこが真逆で、データが AWS の境界の中にとどまったまま最後まで動くの。エージェントコアは3つの部品でできてるの。動かすランタイム、覚えておくメモリー、外のツールにつなぐゲートウェイ。名前は後から覚えれば大丈夫だよ。つまり同じ AWS でクロードを動かす話なのにデータの置き場所だけがきれいに真逆になってるってことか。カット見ちゃ気づけないよこれ。そうなの。そこが革新なんだよ。名前は似てるのに設計思想はまるで逆なの。だから機能がどっちが多いかじゃなくてデータがどこに置かれるかの一点で選ぶことになるの。なんでやだ。名前だけで選んだら中身が真逆のもんつかまされるやん。後から気づいても取り返しつかへんし、そんなん初見殺しの罠やろ。ほんま勘弁してえな。この境界の外か中かって話ね。後でセキュリトと監査の話でもう一度聞いてくるから、今は分からなくても頭の隅に置いておいてほしいの。すごく大事なところ。次は課金の中身を開けるね。待機が無料って聞くと得しかない気がするけど、何をもって稼働中とみなすかの定義がベンダーごとに違ってそこで差が出るの。境界の外か中かで分かれるって話は分かったよ。でさっきから気になって仕方ないんだけど、お金の話ってどうなってるの？僕そっちの方がずっと知りたい。その前に一つだけ聞かせて。エージェントが動いてる時間のうち AI の返事やツールの結果をただじっと待ってるだけの時間って体感でどれくらいだと思う？そんなの数えたこともなかったよ。感覚だと半分くらい。いやさすがに待ってる方が長いなんてことはないよね。そこまで暇してないでしょ。それが半分どころか待ってる時間の方がずっと長いことも普通にあるの。そして今までは
その何もしてない待ち時間の分までサーバー台がきっちり動き続けてたんだよ。なんでやねん。ワイが何もしてへんかんも。ただ画面の前で待っとるだけで金取られとったんかい。回し車に乗ってへんのに家賃だけきっちり取られるみたいなもんやろ。そこが変わったの。エージェントコアランタイムは CPU を実際に消費したサイクル分だけ秒単位で課金する仕組みになってるんだよ。メモリはセッション中のピークが基準で IO 待機中の CPU 料金は丸ごとゼロなの。動いてない分はそもそも払わない。この考え方をアクティブ消費課金って呼ぶんだよ。アクティブ消費課金、働いた分だけ払うってタイト代と同じでめっちゃ当たり前のこと言うてるやん。むしろなんで今までそうなってへんかったんや。不思議やわ。その当たり前が今までなかったの。クロードマネージドエージェンツも同じ考え方で実行中の状態だけ1時間 0.08 ドル、しかもミリ秒単位の課金なんだよ。待ってる間のアイドルは無料。 AWS マーケットプレイス経由で買うと CCU 建ての請求になって1位 CCU がちょうど 0.01 ドル換算なの。ほんなら自前で建てとったサーバー、あれ待っとる間もずっと金空取ったんか。誰も働いてへん。ただ突っ立っとるだけの時間の分まで律儀に払い続けとったんやで。そうなの。直接 API はトークン代だけだけど待つ間も動かし続ける土台の維持は自分持ちなの。3つの差は結局待機時間に課金されるかどうかの一点に集まるんだよ。でも安いと早いは別物なの。次は速度の中身を分解していくね。AWS 側には約400ミリ秒の加減があって、これは工夫で頑張っても縮まない性質のものなの。待ってる時間がタダになったのは分かったよ。でもさ、そんなに得なのに速さでは直接 API に負けたままなんだよね。僕そこがずっと引っかかってるんだけど。引っかかり方だね。答えを言うと、ベッドロックの標準オンデマンド推論には約400ミリ秒っていう TTFT の加減があるの。最初の一文字が返るまでの時間だよ。加減？つまり僕がどんなにコードを頑張って書いてもそこから先は速くならない壁があるってことか。それはちょっと納得いかないな。そこが大事なところなの。これは実装が下手だから遅いんじゃなくて、構造として積み上がってる時間なんだよ。内訳を4つに割るとはっきり見えるよ。まずアプリと AWS の間のネットワーク往復で50から100ミリ秒。次にクリス、リージョンをまたぐルーティングの判断で約50ミリ秒かかるの。そこにオンデマンドの GPU スケジューリングが100から150ミリ秒。最後に入力トークンのプレフィル処理で約100ミリ秒。これで加減が埋まるんだよ。足したらほんまに400ミリ秒やん。つまり誰かがサボってるんやなくて順番に仕事してるだけってことか。わい、勝手に遅延やと思ってたわ。その言い直しすごく正確だよ。どれも必要な処理だから気合では削れないの。逆に言うと削れる区間はこの4つの中の一部だけってことなんだよ。じゃあ実測レポートで直接 API よりさ4秒遅いって言われてるのもずっとこのままなの。それだと僕選びにくいんだけど。そこで出てくるのがレイテンシオプティマイズドインファレンス。パフォーマンスコンフィグでレイテンシをオプティマイズドにする1項だけの指定なの。たった1項かいな。さっきまで身構えてた400ミリ秒の話は何やったんや。いや逆に1項で聞くんやったらそれはめっちゃええや。ただし全モデルが速くなるわけじゃないの。 US イーストオハイオでクロードさん5ハイクやラマ 3.1 みたいな対応モデルに限った話なんだよ。つまり対応してるモデルと配応を選んだ時だけ速くなって、そこを外したらこの1項は効かないってことか。条件付きの魔法なんだね。そういうこと。でもね、本番で最後に解くのは速さでもお金でもないの。次は動かす手順だけどリージョンを間違えると何も動かない落とし穴があるんだよ。正直に言うけどさ、僕選択肢が3つ並んだ時点で固まるんだよ。フォト3、テラフォーム、CDK。名前を見ただけでどれから触ればいいのかわからなくてもう毛づくろいしたい。大丈夫。3つ全部を覚える話じゃないの。入り口が3つあるだけでその先で進む道は結局1本なんだよ。今の自分が何をしたいのか、それだけで入る扉は自然に決まるの。1つ目はとりあえず試したいだけの人。
Python 3.9 以上とボト3があればベッドロックランタイムのクライアントを1個作る、それだけなの。クライアントって要は AWS に話しかけるための窓口を一つ用意するってことを、電話する前に受話器を取って番号を押す直前まで準備しておくみたいな感じ。そう、リージョンを US イースト1と書いて窓口を作って、あとはインボークモデルを呼ぶだけ。流しながら受け取りたいならコンバースストリームね。なんだ、そんだけか。僕、身に覚えあるな。試す前に構えすぎて、どれが正解か悩んだまま1行も書かずに3つ潰したことあるもん。2つ目は、チームで同じ環境を丸ごと再現したい人。AWS プロバイダーは 5.49 以上。AWS ベッドロックエージェントを書いておくの。あ、それって前に聞いたヤックってやつだよね。手作業でポチポチ作らないで、設計図のファイルから環境を丸ごと起こすから、誰がやっても毎回同じ形になる。そう、モデル ID を変数に分けておくと乗り換えが一向で済むし、プリペアエージェントはローカルエグゼクで自動実行させられるんだよ。3つ目は、画面ごと丸ごと欲しい人。公式スターターをクローンして CDK デプロイ1回。リアクトの画面も認証基盤を約10分で立つの。10分ほんまかいな。わい、AWS って半年がかりの世界やと思えてたわ。昼飯食うてる間になめんまで立つんかい。肩マン中の AWS 層、今音立てて崩れたで。ただ落とし穴もあるの。エージェントコアは一部リージョン限定だから先に確認。JWT は通行証、SIGV4 は AWS 用の署名。どっちかが違うと門前払いなんだよ。でも動いた後が本番なの。次が今日一番怖い話。最長6時間を続けるエージェントが乗っ取られたら、気づいてもその6時間を黙って待つしかないのかって話。ねえきなこ、さっき10分で動くけど、動いた後に本当の問題が来るって言ってたよね。あれ、結局どういう話なの？気になって仕方ないんだけど。クロードプラットフォームオン AWS の自立セッションはね、人が何も入力しなくても最大6時間そのまま動き続けて、その後再認証が必要になるの。6時間 Y が昼寝しとる間ずっと勝手に動いとるやん。もし途中で乗っ取られたら、その6時間はどうすんねん。ここで最初の話が聞いてくるの。推論が AWS の境界の外か中か、外側で動いてるなら止めるための鍵も AWS の外側にあるってことなんだよ。つまり AWS の管理画面を開いて配停止ってポチッと押したら終わりっていう単純な話じゃないってことか。そう、鍵を握ってるのは MCP の側なの。 MCP の仕様には OAuth2.1 が組み込まれていて、 PKCE っていう手順が全部のクライアントに必須なんだよ。 OAuth 2.1 に PKCE。 また呪文っぽいの出てきた。つまり社内システムの合鍵をエージェントに渡さなくて済むってことか。いい直しだね。前は静的な API キーを環境変数に埋め込んでたの。今はその場で発行される使い捨ての通行証に変わったんだよ。なるほどな。でも、その通行証を持ったまま乗っ取られたらどうなるの？悪いことされ放題で、やっぱり6時間が終わるのを待つしかないの？待たなくていいの。認可サーバー側でトークンを執行させると、そこから派生した分もまとめて無効になるトークンファミリーの執行って呼ぶんだよ。すると次にツールを呼んだ瞬間、そのトークンが生きてるか照合されて引かれるの。権限切れを示す401が返って6時間を待たなくてよくなるんだよ。ほんまか。コンテナがまだ動いとっても外の社内システムには手出されへんのやな。それめっちゃ安心したわ。Y 心臓止まるかと思えたで。土台も硬いの。 IAM と SCP で権限を絞れて VPC の中だけで動かせて、操作はクラウドトレイルに全部残る。守りは何層もあるんだよ。最後に、じゃあ結局どっちを選べばいいのかを一言でまとめるね。判断軸は今日出てきた3つのうちたった1つだけなの。じゃあ最後にまとめるね。エージェントコア、直接 API、自前ホスティング、この3つを選ぶ決め手は実は速さじゃないんだよ。早い方がいいんじゃないの？さっき直接 API の方が4秒も早いって言ってたよね。僕速さで選ぶもんだと思ってた。
レイテンシはレイテンシオプティマイズドインファレンスで縮められるの。ただし対応リージョンと対応モデルに限った話で、どこでも効く魔法じゃないんだよ。なるほど。つまりまず境界をどっちにするか決めて、速さは設定で埋めて、お金は待ってる時間で考える。その順番ってことか。順番を逆にすると後から積むんだね。そう。しかもその順番、毎月の請求額に効いてくるの。待ってる時間に課金されるかで同じ処理でもコストが変わってくるんだよ。ここはちゃんと見ておきたいところ。うわ、それめっちゃ大事やん。この3つの比較表保存しとこ。わい、ひまわりの種の置き場所も忘れるくらいやからな。後で見返すやつやこれ。どうぞ。実はこの MCP の認可の話、去年セキュリティ悪夢って言われてた頃から地続きなんだけど、それは別の動画で詳しく話すね。気になる言い方するね。あ、きなこ、飼い主のタブレット。今日のリサーチで充電だいぶ減ってるけど大丈夫なの？大丈夫。履歴はもう消してあるの。帰ってくる前に片付ければバレないよ。ところで、あなたの現場はデータを AWS の中に置くたいがわ。それとも速さ優先かコメントで教えてほしいな。よその現場がどっちを選んでるか僕すごく気になるんだ。参考になったら高評価してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。